ゆっくり解説。映像化された江戸川乱歩作品。映画&ドラマベスト10。ねえマリサ、江戸川乱歩って名前は聞いたことあるけど、どんな作品を書いた人なの？お、いいところに目をつけたな。江戸川乱歩は日本の推理小説界を代表する作家で、彼の作品はミステリーや怪奇小説として有名だぜ。ミステリーってことは、いわゆる探偵もの？そうだぜ。彼の代表作には、名探偵明智小五郎が活躍するシリーズがある。悪役として登場する怪人二十面相なんかも有名だな。あと、独特の世界観を持った作品も多くて、ただの推理小説じゃなくて、ちょっと不気味で怪しい雰囲気の作品が多いんだぜ。なるほど。それで、そんな乱歩の作品が映画やドラマにもなってるの？そうなんだ。江戸川乱歩の作品はその独特な世界観が映像化しやすいこともあって、これまでにたくさんの映画やドラマになってるんだぜ。名探偵ものからサスペンス、さらにはちょっとダークな作品まで、いろんなジャンルで映像化されてるんだ。面白そう。でもどの作品を見たらいいのか迷っちゃうな。そこで今回の動画では、数多く映像化された乱歩作品の中から特に話題になった映画やドラマをランキング形式で紹介するぜ。映画ファンやミステリーファンにとっては必見のラインナップだから、楽しみにしてくれよな。どんな作品がランクインしてるのか、すごく気になるわ。第10位。江戸川乱歩の美女シリーズ。1977年から1994年。マリサ、最初に紹介するのは江戸川乱歩の美女シリーズっていう作品らしいけど、どんなドラマなの？これは長年にわたって放送された大人気シリーズだぜ。1977年から1994年まで続いたテレビドラマで、土曜ワイド劇場の名物企画の一つだったんだ。そんなに長く続いたってことは、それだけ人気があったってことね。でも、美女シリーズってどういうこと？なんかタイトルからして華やかそうだけど、いいところに気がついたな。このシリーズの特徴は、毎回美しい女性が登場することなんだぜ。そして、その女性たちは事件に巻き込まれたり、時には事件の鍵を握る重要な人物だったりするんだ。江戸川乱歩の世界観に華やかさとミステリアスな雰囲気を加えたのがこのシリーズの魅力なんだぜ。それは確かに面白そうね。でも、主役は誰なの？主役はもちろん、江戸川乱歩の代表的な探偵キャラ明智小五郎だぜ。演じた俳優は何人かいるけど、特に有名なのは天地茂さんだな。彼の明智小五郎はダンディで知的、そして時にはセクシーな魅力もあって、女性ファンも多かったんだ。探偵がセクシーってどういうこと？はわは、霊夢はまだわかってないな。このシリーズは、推理物の中でも特に大人向けの演出が多くて、サスペンスと官能的な要素が融合してるんだ。だからこそ、独特の魅力があって長年愛されたってわけだぜ。なるほど。そういう演出があることで、普通の推理ドラマとはまた違った雰囲気になってるのね。その通り。しかも、毎回違う江戸川乱歩作品を原作にしてるから、一つ一つのエピソードがまるで映画のように作られてたんだぜ。視聴者は毎回、新しいストーリーと美女に出会えるっていう楽しみがあったんだな。じゃあ、どんなエピソードが特に有名なの？例えば、黒と影や地獄の道化師なんかは特に人気があったな。どれも江戸川乱歩らしい独特の世界観と、美しくも恐ろしい物語が詰まってるんだぜ。ふむふむ、江戸川乱歩のミステリーに、美女とサスペンスが加わることで、より魅力的なシリーズになってるのね。そういうことだ。このシリーズをきっかけに乱歩作品にハマった人も多いから、乱歩入門編としてもおすすめだぜ。なるほど。それは面白そう。じゃあ、次のランキングも期待しちゃうね。第9位。猛獣。1969年。マリサ、次に紹介するのは猛獣って作品みたいだけど、なんだかタイトルからして不気味ね。どんな話なの？霊夢もだんだん乱歩作品の雰囲気がわかってきたな。猛獣は1969年に映画化された江戸川乱歩の異色作で、エログロナンセンスな世界観が全開のサスペンス映画なんだぜ。エログロ、ますます怪しそうな感じね。まあ、
そう思うのも無理はないな。簡単に説明すると、盲目の彫刻家が美女を誘拐して、自分のアトリエに監禁するっていうストーリーなんだ。ちょっとやばい話じゃない？はわは、そう思うだろ？でも単なる犯罪者じゃないんだ。主人公の盲目の彫刻家は視覚を持たない代わりに、触覚だけで美を感じ取るという異常な感性を持ってるんだぜ。そして彼は、自分の理想の美を形にするために誘拐した女性の体を触り続けるっていう、かなり特殊なシチュエーションの物語なんだ。うわぁ、なんか普通のサスペンスとは違う雰囲気ね。でも、それってどういう風に映画になってるの？そこがこの映画のすごいところなんだぜ。監督は増村康造で、彼は乱歩の持つ盗作的な美意識を映像として完璧に再現したんだ。映画の中では、巨大なラフの彫刻が並ぶ異様なセットが登場するんだけど、それがまた強烈なインパクトを放ってるんだぜ。巨大なラフの彫刻。もう完全に普通の映画じゃないじゃない。そうなんだ。しかも、盲目の彫刻家と女性の関係がだんだんと異常なものになっていく様子を、増村監督の緊張感あふれる演出で描いているから、見ているこっちも息が詰まるような感覚になるんだ。そういう心理描写がしっかりしてると、ただの怪奇映画じゃなくて、もっと深いテーマがあるって感じがするわね。その通り、実際、猛獣は単なるホラーやサスペンスじゃなくて、人間の感覚や芸術と狂気の境界を描いた作品なんだぜ。だからこそ、海外でもカルト的な人気があって、特にフランスの映画ファンなんかには評価が高いんだ。江戸川乱歩の世界観って、日本だけじゃなくて海外でも評価されてるんだね。そういうことだぜ。江戸川乱歩の作品は、独特のエログロ要素や美意識が海外のアート映画ファンにも受け入れられやすいんだ。だから、猛獣も、ただの犯罪映画とは違って、芸術的な作品として評価されてるってわけだな。なるほど。なんかちょっと怖いけど、映像の美しさとか表現の仕方にはすごく興味が湧いてきたかも。いいね、レイム。乱歩作品の魅力は、その異常さがどこか美しいってところにあるんだぜ。猛獣は特にそれが顕著な作品だから、ちょっと覚悟はいるけど、一度見てみる価値はあるぜ。ちょっと勇気がいるけど、なんだか見たくなってきた。じゃあ、次のランキングも楽しみだね。第8位 T 坂の殺人事件1998年。次に紹介するのは D 坂の殺人事件ね。1998年に公開された映画だけど、どんな作品なの？ D 坂の殺人事件は、江戸川乱歩の名作を実相寺昭夫監督が映画化した作品だぜ。主演は真田広之さんで、贋作画家の吹谷誠一郎を演じているんだ。贋作画家が主人公なのね。どんなストーリーなの？物語は昭和2年、東京の団子坂にある古本屋、一国堂の女将砂賀時子が、伝説の世名師大江春麗の作品、不知火の贋作を牢屋に依頼するところから始まるんだ。吹屋は見事に贋作を作り上げるが、本物は焼き捨ててしまう。その後、時子から別の作品、明けガラスの贋作制作を依頼されるんだ。贋作を作るだけじゃなくて、本物を消してしまうなんて、徹底してるのね。ああ、吹屋は自分の贋作を本物として世に出すために、本物を消すことを信条としていたんだ。明けガラスの制作では、自分自身をモデルにして作品を完成させるんだが、その過程で時子が不知火のモデルだったことを知る。自分の心情に従い、吹屋は時子を殺害してしまうんだ。それで事件が起きるのね。明智小五郎はどうやって登場するの？時子の殺害後、従業員の斎藤が逮捕されるが、余震判事の笠森は彼が犯人ではないと考え、明智小五郎に協力を依頼するんだ。明智は巧妙な心理試験やトリックを駆使して、吹屋が真犯人であることを突き止めるんだぜ。なるほど。明智小五郎の推理が光る展開なのね。そうだな。実相寺監督の独特な映像美と、真田広之さんの妖艶な演技が見どころの作品だぜ。興味深いわね。見てみたくなったわ。ぜひチェックしてみてくれ。第7位江戸川乱歩全集恐怖期系人間1969年。
次に紹介するのは、江戸川乱歩全集恐怖奇形人間ね。1969年に公開された映画だけど、どんな作品なの？江戸川乱歩全集恐怖奇形人間は、江戸川乱歩のパノラマ闘気団や孤島の鬼などを原作に、石井照夫監督が手掛けたカルト的な作品だぜ。主演は吉田照夫さんで、医学生の瞳博介を演じているんだ。いくつかの作品を組み合わせているのね。ストーリーはどんな感じなの？物語は、記憶を失った医学生の瞳博介が、精神病院から脱走するところから始まるんだ。彼は自分と二つの男、菰田源三郎の死を知り、その男になりすまして菰田家に入り込む。そこで彼は、奇形人間を作り出す実験を行う源三郎の父、竹五郎と出会い、島での恐怖体験が展開されるんだ。奇形人間を作り出す実験。かなりショッキングな内容ね。ああ、当時としては過激な描写が多く、公開当初はあまり注目されなかったんだ。でも、その独特の世界観や映像美から、後にカルト映画として再評価されるようになったんだぜ。なるほど。最初の評価されなくても、後から注目される作品もあるのね。そうなんだ。特にこの作品は、石井照夫監督の異常性愛路線の集大成とも言われていて、その独特の作風が後の映画にも影響を与えているんだ。そう聞くと、興味が湧いてくるわ。でも、ちょっと覚悟が必要そうね。確かに、内容は過激だけど、江戸川乱歩の世界観を映像で体験したいなら、一見の価値はあると思うぜ。ありがとう、マリサ。ちょっと勇気を出してみてみようかしら。ぜひ見てみてくれ。次の作品も楽しみにしててくれよな。第6位、地獄の道化師、1970年。次に紹介するのは、地獄の道化師ね。1970年に放送された作品だけど、どんな内容なの？地獄の道化師は、江戸川乱歩の短編小説を原作としたテレビドラマだぜ。1970年に東京12チャンネル、現テレビ東京で放送された江戸川乱歩シリーズ明智小五郎の第5話として放送されたんだ。テレビドラマの1話だったのね。どんなストーリーなの？物語は、ある資産家の家で花嫁が失踪する事件が発生し、明智小五郎が捜査に乗り出すところから始まるんだ。捜査を進めるうちに、道化師の仮面をかぶった犯人が浮かび上がり、彼の過去や動機が明らかになっていくんだぜ。道化師の仮面をかぶった犯人。なんだか不気味ね。ああ、この作品は江戸川乱歩らしいエログロ要素が強く、当時としてはかなり衝撃的な内容だったんだ。犯人の悲しい過去や、愛を求める歪んだ心情が描かれていて、単なるミステリー以上の深みがあるんだぜ。犯人にもそんな背景があったのね。そうなんだ。だからこそ、ただの怪奇作品としてだけでなく、人間の深層心理を描いた作品として評価されているんだ。なるほど。深いテーマがあるのね。ああ、だからこそ今でも語り継がれる名作なんだぜ。ありがとう、マリサ。次の作品も楽しみにしてるわ。おう、任せとけ。第5位、黒トカゲ、1968年。次に紹介するのは、1968年公開の映画、黒トカゲね。どんな作品なのかしら？黒トカゲは、江戸川乱歩の小説を原作に、三島由紀夫が戯曲化し、それを深作金次監督が映画化した作品だぜ。主演は丸山明宏さん、源三輪明宏さんで、怪盗黒トカゲを演じているんだ。豪華な組み合わせね。ストーリーはどんな感じなの？物語は、世界的な宝石商岩瀬の娘、早苗が怪盗黒トカゲに誘拐されるところから始まるんだ。黒トカゲは、時価1億円のダイヤ、エジプトの星と早苗の交換を要求する。探偵の明智小五郎が事件の解決に乗り出し、黒トカゲとの知恵比べが展開されるんだ。明智小五郎も登場するのね。二人の対決は見どころね。ああ、黒トカゲと明智の駆け引きはこの作品の大きな魅力だぜ。さらに、黒トカゲのアジトには、人間を剥製にした美術館があり、彼女の美への執着が描かれているんだ。人間の剥製。ちょっと怖いけど、興味深いわ。そうなんだ。美と犯罪、そして愛憎が絡み合う独特の世界観が、
この作品の魅力だぜ。丸山明宏さんの妖艶な演技も見どころだ。なるほど。深作金次監督の作品だし、映像も期待できそうね。ああ、映像美や音楽も高く評価されているんだ。江戸川乱歩の世界観を堪能できる作品として、一見の価値があるぜ。ありがとう、マリサ。ぜひ見てみたいわ。第4位、陰獣、2008年。次に紹介するのは、2008年公開のフランス映画、陰獣ね。江戸川乱歩の作品が海外で映画化されるなんて、珍しいわね。そうだな。この作品は、江戸川乱歩の1928年の小説、陰獣を原作として、バーベット・シュローダー監督が手掛けたサスペンス映画だぜ。主演はブノワ・マジメルで、フランスの推理小説家アレックスを演じているんだ。フランス人の小説家が主人公なのね。どんなストーリーなの？物語は、フランスの推理小説家アレックスが、新作のプロモーションのために日本を訪れるところから始まるんだ。彼は敬愛する日本の作家大江春麗に会いたいと願っていたが、大江は極度の人間嫌いで、その姿を見た者はいなかった。そんな中、アレックスは京都のお茶屋で、フランス語が堪能な芸妓玉緒と出会い、彼女との関係を深めていく。しかし、玉緒の元に脅迫状が届き、それが大江春麗からのものだと知ったアレックスは、次第に危険な事件に巻き込まれていくんだ。日本が舞台で、芸妓も登場するのね。映像も美しそうだわ。ああ、撮影は金沢と東京で行われていて、日本の風景や文化が美しく描かれているんだ。また、玉緒役の源理香は、この作品が映画初出演で、大胆な演技が話題になったんだぜ。フランスと日本の合作映画って、どんな雰囲気なのかしら？フランス映画らしいエレガントさと、江戸川乱歩の持つ独特の怪奇性が融合した作品だな。サスペンスと官能が絡み合う独特の雰囲気が魅力だぜ。なるほど。ちょっと大人な雰囲気の作品なのね。興味が湧いてきたわ。江戸川乱歩の世界観を異国の視点で描いた作品として、一見の価値があると思うぜ。ぜひ見てみてくれ。ありがとう、マリサ。チェックしてみるわ。次の作品も楽しみにしててくれよな。第3位、屋根裏の散歩者、2016年。次に紹介するのは、2016年公開の映画、屋根裏の散歩者ね。江戸川乱歩の作品がまた映画化されたのね。そうだぜ、レイム。この作品は、江戸川乱歩の名作短編、屋根裏の散歩者を原作として、久保田正治監督が手掛けたエロキックサスペンス映画なんだ。主演は木島典子さんと間宮雄輝さんで、二人とも大胆な演技に挑戦しているんだぜ。どんなストーリーなのかしら？物語は、名探偵明智小五郎のもとに、大病院の令嬢である黒木直子から、婚約者遠藤の浮気調査の依頼が舞い込むところから始まるんだ。明智の妻で助手の文代が調査を進めると、遠藤が同じ下宿に住む女子大生大内照子と関係を持っていることが判明する。一方、その下宿には郷田三郎という青年が住んでいて、彼は屋根裏に忍び込み、天井の穴から他人の生活を覗き見ることに快感を覚えていたんだ。やがて、彼らの関係が複雑に絡み合い、悲劇的な事件が展開されていくんだぜ。人間の欲望や狂気がテーマになっているのね。その通りだ。江戸川乱歩の作品らしく、人間の深層心理や盗作した欲望が描かれているんだ。特に、郷田三郎の覗きという行為が、彼の孤独や内面の闇を象徴していて、見る者に強い印象を与えるんだぜ。映像や演出も気になるわ。久保田監督は、独特の映像美と緊張感のある演出で、物語の不気味さやエロティシズムを巧みに表現しているんだ。また、主演の二人の女優の体当たりの演技も、この作品の大きな見どころだぜ。なるほど。深いテーマと魅力的な演出が融合した作品なのね。ああ、江戸川乱歩の世界観を現代に再構築した意欲作として、一見の価値がある作品だと思うぜ。第2位、黒トカゲ、1962年。次に紹介するのは、1962年公開の映画、黒トカゲね。江戸川乱歩の作品が映画化されたものだけど、どんな内容なの？この作品は、
江戸川乱歩の小説、黒と影を原作として、井上梅次監督が手掛けたサスペンス映画だぜ。主演は京町子さんで、彼女が演じる美しい女盗賊黒と影と、名探偵明智小五郎との対決が描かれているんだ。黒と影って、どんなキャラクターなの？黒と影は、美しいものをこよなく愛する女盗賊で、宝石商の岩瀬の娘早苗を誘拐し、彼の持つ宝石、エジプトの星を狙うんだ。彼女は変装の名人で、左腕に黒いトカゲの入れ墨があることから、その名で呼ばれているんだぜ。なるほど。明智小五郎との関係はどうなの？明智小五郎は、岩瀬から娘の護衛を依頼され、黒と影と対峙することになるんだ。二人は大物と追われる者として対立しながらも、次第にお互いに特別な感情を抱くようになるんだぜ。二人の駆け引きが見どころなのね。その通りだ。黒と影の大胆不敵な行動と、明智の鋭い推理が交錯し、物語は緊張感あふれる展開を見せるんだ。特に、黒と影の美しさと妖艶さを京町子さんが見事に演じていて、見る者を魅了するんだぜ。井上梅次監督の演出と、新藤兼人さんの脚本が組み合わさり、独特の雰囲気を醸し出しているんだ。また、音楽は黛敏郎さんが担当していて、作品の緊張感を高めているんだぜ。なるほど。見どころがたくさんある作品なのね。ああ、江戸川乱歩の世界観を見事に映像化した作品として、一見の価値があると思うぜ。特に、京町子さんの妖艶な演技は必見だな。第1位、人間椅子、1997年。さて、いよいよ第1位の発表ね。1997年公開の映画、人間椅子よ。江戸川乱歩の同名短編小説を原作としているわ。そうだな、レイム。この作品は、江戸川乱歩の代表的な短編小説、人間椅子をもとに、水谷敏之監督が手掛けた官能サスペンス映画だ。主演は清水美沙さんで、彼女が演じるのは人気女優作家の篠崎よし子だぜ。物語は昭和初期が舞台だ。篠崎よし子は外交官の夫正一郎と暮らしているが、彼女は異常なまでの潔癖症で、夫との親密な関係にも抵抗を感じていた。ある日、彼女の元に匿名の手紙が届く。それは、ある家具職人が自作の椅子の中に潜り込み、座る人々の感触を楽しむという告白文だったんだ。最初はいたずらだと思っていたよし子だが、手紙を読み進めるうちに、その奇妙な世界に引き込まれていく。それで、彼女はどうなっていくの？よし子は次第にその手紙の主に興味を抱き、彼との文通を続けるうちに、自らも未知の感覚や欲望に目覚めていくんだ。やがて、彼女はその男と直接会うことを決意し、二人は仰せを重ねるようになる。しかし、その男の正体が明らかになった時、よし子は衝撃的な事実に直面するんだぜ。なんだか複雑で深い物語ね。ああ、人間の内面の欲望や狂気、そして愛情の形を描いた作品だ。清水美沙さんの繊細な演技と、国村淳さんが演じる夫正一郎の存在感が、物語に深みを与えているんだ。また、昭和初期の雰囲気を再現した美術や衣装も見どころだぜ。江戸川乱歩の世界観を映像で楽しめる作品なのね。その通りだ。原作の持つ独特の雰囲気やテーマを忠実に再現しつつ、映画ならではの表現で新たな魅力を引き出している作品だと思うぜ。総評またはまとめ。こうして振り返ると、江戸川乱歩の映像化作品って本当にバラエティ豊かね。だろ？乱歩作品の魅力は、単なる推理小説にとどまらず、サスペンス、エロス、怪奇、そして盗作的な美学が絶妙に絡み合ってるところにあるんだぜ。そのため、映像化されるたびに、それぞれの作品ごとに全く違う雰囲気が楽しめるんだ。確かに、同じ作家の作品なのに、時代や監督によってこんなにも多様な作品になるなんて面白いわね。ああ、特に1960年代から1970年代の映像作品は、当時の日本映画の大胆な表現が活かされていて、かなり独特な雰囲気があるし、近年の作品は現代的な映像美で乱歩の世界観を表現している。どの時代の作品も、
それぞれに違った魅力があるんだぜ。じゃあ、マリサ的にはどの作品が一番おすすめ？どれも捨てがたいけど、やっぱり黒と影や人間椅子みたいに、原作の雰囲気を忠実に再現しつつ、独自の解釈が加えられてる作品は見応えがあるぜ。でも、カルト映画好きなら、恐怖危険人間みたいな異色作も外せないな。なるほど。じゃあ、私はどれから見ようかな？まずは、自分の好みに合いそうな作品から見るといいぜ。サスペンスが好きなら、陰獣。クラシックな推理物なら、T 坂の殺人事件。ちょっと変わった世界観を楽しみたいなら、屋根裏の散歩者とかがいいかもな。今日のランキングを参考にして、乱歩作品をもっと楽しんでみるね。江戸川乱歩の世界は奥深いから、ぜひハマってくれよな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。